押し寿司っぽい感じ。小肌の押し寿司。定番。松前出た。小鍋じゃんこれ。楽しい時間を過ごしてもらいたい。楽しいお店ですね。いや今日も包むように逃げました。だし醤油漬け。大阪北新地にひっそりと店を構える今勢いに乗る若き人気店日本料理テイストの一品料理と大ぶりの握りが組み合わさったボリューミーな構成のおまかせは税込み20900円と満足度がかなり高い。気さくな若大将の接客も心地がよくリピーターが増えており、近年は予約困難店の仲間入りを果たした大将やお客さん同士の距離も近い大阪らしい明るい雰囲気に満ちた浪速の名店だ。猪木さんもう何年ですか？店6年目？まだ6年目？2020年。関西のお雑煮ってこれ味噌でしたっけ？基本白味噌。白味噌。ポン酢のとろみは何ですかね？くず。やっぱフグの食感最高。ブリッブリ。ポン酢の酸味がキリッとしてて美味しい。おー、ポキポキ。うまっ。かっこいいですね。かっこいいですだって。かっこいい。打ち明けて拍手するのやめてもらっていい？30分黙っとかないと今の黙々声だけ使っていいですか？どうぞ。タイトル黙々。やった。声出演。この黙々は毎回やるんですか？何かしらの黙々は。ほんまサバぐらい黙々なるの。のどぐろは前やってたじゃん。炙るけどここまでならんか。確かに。ガツンとうまい。ちょっと坊主しよう。酒に合いますね。もう上だけでも酒のあて。めっちゃ美味しい。アフレコしましょうか。行きます。はい、今撮ってます。はい。うわ、ドロッドロや。はい、カットです。最悪や。なんかドロッドロは良くないですね。なんか嫌ですね。全然あかんわ。相変わらずモリモリですね。茶碗蒸し市場全国の寿司屋の中で相当大盛りです。今日からちょっと量減らした。これで昨日までめっちゃ多かった。
もうだって小鍋じゃんこれ。宮城県ほんとトロトロ、白子のトロトロ、身質の食感、黄ニラの香り、卵のふんわり感、最高の料理です。猪木さん毎回茶碗蒸しの内容が違うんですけど、どれぐらいレパートリーあるんですか20ぐらい？20ぐらい。20ぐらい、季節によって。最低月1ぐらいで変わってくる。月1は変えて、でも1月と2月は具がメインというか、はい、1月2月は一緒のメニューなんですけど。東京のみで初期展開してきた寿司店検索アプリ酢飯ですが、この度大阪エリアを新たに拡大、掲載店舗も続々追加中です。東京も大阪も寿司店探しはこのアプリで無料ですので、ぜひ使ってみてください。また黙々ですね。そうなんや。あ、ごめんや。黙々ず。いやガリうまい。ガリ大好き。猪木さんって女性のお客さん多いですよね。女子率多分他の寿司より高い。最初のビジュアル、女性でも来やすいですか？めっちゃあれですか、緊張せず来れますね。一番いいと思います。嬉しいです。いつも全然受け入れてくれるんで、居心地いいですよね。緊張しなくていいですよね。で前の話とかも全部覚えてくれてるんで、さすが。いやー久々っすねこの握り。すごい凝縮してますよ。めっちゃ良かった。この当ててない。当ててないんだ。塩でほんま軽く塩当てて。後半伸びてきますね。ちょっと噛めば。はい。 2日目はちょっと厚めに。またこのちょっとシャリがまだ荒れてる感じがうまいですね。粘りがあって。うますぎるわこの煽り。シャリとの相性が最高すぎる。この煽りめっちゃ好き。めっちゃ好き。この煽おすすめがよりちょっと粗めに切ってる。り。だからギリ食感があるっすね。結構コリコリがある。割るじゃないですか。はい。 3枚にやるやつと4枚にするやつとはい。厚み変えてちょっと混ぜるように。前は全部均等にしてたんですけど、はいちょっとわざと粗めに切るの、細かく切るのとちょっと2種類。一旦横にするってことですか？横に薄く切るのを。厚みを変えていく。ははは。なるほど。うわぁ油ある。シャリの温度がかなり上がってる。温度上がるとシャリがまた全然違いますよ。酸度上がるからお酢の広がるんで、マグロとよく合ううわように。って香りが広がる。マグロも温度上げてますよね。マグロもずっと常温出してるんで、はい。後半に酸が香ってくる感じのシャリになる。で一応冬の味付けしてるんで今、はい。まだ蜂蜜入れてるんですか？蜂蜜ちょっと冬 1g だけ多い。多いんだ。酢もちょっと多いんですか？酢は少ないか。でも3年熟成のお酢メインで作るんで、はい。でその春夏秋冬でこうブレンド変えて好きで。冬だとその塩味とか酸味とかでいうとどうなるんですか？酸味多いと酸っぱく感じるからコクのある酸味で酢飯を作るみたいなイメージ。夏とかだとちょっと塩味足すとかですか？塩味も 1g 足したりとか。甘みはいつ足すんですか？季節的には。で冬足すかな。冬だけ。で春と夏は基本なんか大体同じぐらいのテイストの味付けなんで。1週間寝かした紙。こっちが問いの。問い包むように握られてる。
ちょっと脱水かけてる旨味凝縮されて赤身って感じ。しっかり握る小肌はちょっと冷たいし懐かしい。わあナイスフォルム。ちょっと練り込んだしはい、シャリしっかり握ってるから持った時にシャリギュッとしてるのがすごいわかる。大げさに言うと押し寿司っぽい感じ。そう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 、小肌の押し寿司。米をこう練り込むと糖分出るから、やっぱりそこをすり合わせ練り込むっていうのはその握る時に何回もちょっとギュッとするっていう。取る時にちょっとギュッとちょっとこうねじる感じ。手をこっちが素やから、ちょっと下の一瞬穏やかに感じる。赤貝の紐ヌードルだ。初期の頃紐と一緒に出してたじゃないですか、赤貝を。すげえ覚えてるフォルムを。そうです、懐かしい。今日の赤貝はかなり塩っ気ミネラル感が強い赤貝。結構やっぱ今日塩っ気あるっすね、赤貝。ちょっとわざと濃い塩水で、濃い塩水でやってるの。4%の塩水で。へえ。4%っていうのは結構高いんですか。海水が3%やから。おお。ちょっと濃いめに。濃いめに濃いところに盛り込まれるから、置いてる間にこうパワーをつけるというか、そこで生きようとするから最後の力を振り絞ってもらうっていう感覚で力強さを増すために。そうすると香りが強くなる。昆布なし。昆布もなし。味濃いっすね。こっちは3%次。はいはいはい。うまい。みのきさん今おまかせいくらでやってるんですか。今プラス税19プラス税。頑張ってますね。予約方法はそこで基本電話で。はい。まあ、相変わらずの人気で楽しいお客さんも多くて楽しいお店ですね。いや今日もお客さんの出会いが大阪っぽいなっていうか気さくな方が多い。定番松前出たミノキの漬けといえば、はい、うまい。昆布ってことですよね、松前って。スルメドルこのタレってなんか継ぎ足しみたいな感じですか。私ずっとつけっぱなしにしても1回だけ1日分だけどうしても次の日だと劣化するから、それスルメを入れてそこに醤油とか入れるってこと。そう、醤油とみりんと酒と大量に作って、あ、なるほど。いっぱいエキス出るように用意して。これはちょっと今蒸してたんですか。ちょっとだけ温めて最後火は入れてないですか。そうすると甘みがする感じですけど、うまっ。だし漬け、だし醤油漬け。サビ抜きにして、あ、サビ抜き。梅の甘みとでエビの甘みが伸びていくんです。松前漬けからのだし漬け車エビ、後半のクライマックス。うまっ。ホロホロ系のアナゴ、トロトロで美味しい。ほっこりする。美味しい。もりもりだ。すごい断面だ。マグロがひんやりでさっぱり。うまっ。プリプリ系。これマダイ？チダイ？チダイ。塩してで最後氷水に濃いめの
薄口醤油、薄口醤油の氷水作る濃いめの。その薄口醤油の量で最後締めてあげる。なんかちょっと昆布締めっぽいけど、違う。醤油の香りが。寿司みのきのこだわりはどんな部分ですか？楽しい時間を過ごしてもらいたい。でもいい意味で相変わらずな感じでしたね。久々に伺いましたね。シャリの感じも握りのフォルムも味付けも定番の感じというかミノキイズムが進化できるようにやっていきたい。まあでもおつまみがやっぱまずボリュームも含めてすごいですね。カリカリよりははいカリいけるタイプで握り前からちょっとこう細長いタイプで食べ応えがネタによって握り方を変えて、はい、シャリがやっぱいいですね。この水分量とちょっと甘酸っぱい感じ。今日だと大トロ赤身マグロと小肌がやっぱ改めてギュッと握る小肌、ほんとバッテラー風握り小肌、あれやっぱ面白かったですね。これ白メインではシャリ作ってないけどやっぱ式に合わせていくとどうしてもマヨネーズになってしまう。あとやっぱ煽りが好きでした僕。やっぱ食感が、はい、もうちょい1キロ切って2だから厚みもこんだけある切り方で。基本仕入れはもう大阪の中村さんですか？大阪も全部県外からは買わないように。いいですね。移転とか考えてないですか？したい。この空間がいいですよね。これはこれでこのコンパクトなお客さんとの距離も近くて。店はいいちょっと次のステップとして。また引き続きよろしくお願いします。今日も美味しかったです。ごちそうさまです。